チはずんだもんなのだ。みんなはリチュアというテーマを知っているかな。 OCG では2010年から存在するテーマだけど、新規カードの追加によって大幅な強化がされたのだ。手数が多く弱点が少ない、先行はブルブル展開でき、後攻のまくり性能も高い、そんな魅力いっぱいのリチュアをじっくり解説していくのだ。まずリチュアの下級モンスターは4体いて、場に出た時にリチュアモンスターをリクルートするグリムリチュア、場に出た時に下級リチュアモンスターをサーチするリチュアアビス、手札から捨ててリチュア儀式モンスターをサーチするビジョンリチュア、手札から捨ててリチュア儀式魔法をサーチするシャドウリチュアなのだ。イメージとしてはグリムリチュアを初動にしてリチュアアビスを何度も出し、ビジョンリチュアとシャドウリチュアを集めて儀式召喚を狙っていくのだ。よくあるパターンはグリムリチュアを召喚し効果を発動、リチュアアビスをリクルート、リチュアアビスの特殊召喚時の効果でシャドウリチュアをサーチ、グリムリチュアとリチュアアビスでスプライトエルフをリンク召喚、スプライトエルフの効果でリチュアアビスを蘇生、リチュアアビスの特殊召喚時の効果でビジョンリチュアをサーチ、シャドウリチュアとビジョンリチュアの効果でリチュア儀式魔法とリチュア儀式モンスターをサーチ。これで儀式魔法と儀式モンスターが揃ったので儀式召喚を行えるというわけなのだ。その他下級モンスターで気をつけたいのはレベルと儀式素材効果なのだ。まずレベルに注目するとシャドウリチュアだけがレベル4になっているのだ。このデッキはスプライトを絡めた展開をしていくので、レベル2ではない存在には十分な注意が必要なのだ。続いて儀式素材効果について、リチュアの下級モンスターは共通効果として儀式召喚に必要な分のリリースを1体で賄う効果があるのだ。この儀式素材効果を使って儀式召喚することは結構多いのだ。しかしリチュアアビスだけはこの効果を持っていないのだ。リチュアアビスはターン1のナイス8効果ゆえに最も特殊召喚しがちなカードだけど、儀式素材の確保ができているかには十分注意をするのだ。最後にグリムリチュアの効果の縛りにも触れておくのだ。グリムリチュアのリクルート効果を使うとターン終了時まで儀式モンスターでしか攻撃宣言ができなくなるのだ。先行だともちろん気にしなくていいんだけど、後攻だと注意点が2つ。第一にリーサルがやや取りにくいのだ。このデッキで採用されている儀式モンスターは後で紹介する命令マナスが2枚だけなのだ。命令マナスは攻撃力3000と高いのだけれど、命令マナス2体でも6000ダメージしか与えられないのだ。グリムリチュアの効果を使って縛りがついてもワンキルできそうかは10分見極める必要があるのだ。第2にアーゼウスが出しにくいことなのだ。儀式モンスターでしか攻撃できないので、当然エクシーズモンスターで攻撃はできないのだ。つまりグリムリチュアの効果を使うとアーゼウスのまくりは放棄することになるのだ。一応テクニカルな動きとして相手の X モンスターを儀式モンスターで攻撃できればメイン2で自分のエクシーズモンスターにアーゼウスは重ねられるのだ。この場合儀式モンスターとエクシーズモンスターを並べなければいけないし、そこまで展開できてアーゼウスを出したいかも微妙だけど頭に入れておいた方がいい動きなのだ。以上でリチュア下級モンスターの説明は終わり。続いて儀式モンスターのエビリチュア命令マナスを見ていくのだ。展開と妨害をどちらも担うリチュアのエースモンスターなのだ。丸1の効果では儀式召喚時に墓地の水属性モンスターを蘇生するのだ。よくある蘇生先は主に3択で、第1にリチュアアビス、リチュアアビス特殊召喚時のサーチ効果でさらなる展開を狙っていくのだ。第2にグリムリチュア、これはグリムリチュアのターン1のリクルート効果を使っていない時の動きだね。手札のグリムリチュアを素材に命令マナスを儀式召喚し、墓地へ行ったグリムリチュアをそのまま蘇生するのが定番の動きなのだ。第3にもう1枚の命令マナス、この蘇生効果は同盟モンスターにも使えるので、よくある動きとしては場の命令マナスを素材に手札からもう1枚の命令マナスを儀式召喚し、儀式召喚した命令マナスの効果で墓地の命令マナスを蘇生するのだ。これで2体の命令マナスを場に並べることができるのだ。命令マナスの丸2の効果は特定なモンスターへの戦闘耐性なのだ。もともと打点が3000あることもあり場持ちの良いモンスターなのだ。そして丸3の効果はモンスター効果発動を無効にしつつデッキバウンスする効果なのだ。
札誘発も止められるのでビビルケアにもなるのが嬉しいポイント。デッキバウンスはミラジェイドに強かったり、発動無効だからダメージステップにも使えてアストラムにも強かったり、細かい良い点はたくさんあるね。ちなみにね、レイマナスの全ての効果にはターン値がないのだ。ね、レイマナスも何度も出したり複数体並べたりして使っていくモンスターなのだ。優秀なね、レイマナスについて分かってもらったところで、続いてリチュア魔法を説明していくのだ。今回リチュア魔法は合計3種類採用したのだ。まずは利水鏡の就航。このデッキで最強の1枚なのだ。効果は至ってシンプルでリチュアモンスターをサーチできるのだ。リチュアアビスやビジョンリチュアとは異なり、リチュア下級モンスターから儀式モンスターまで縛りなくサーチが可能なのだ。ちなみにターン値はついてないのだ。引いたら引いた分だけリチュアカードに変わるまさに最強カードなのだ。丸2の効果はエンドフェーズに利水鏡魔法トラップをセットできる効果で、これで後続もバッチリ確保できるのだ。続いて儀式魔法リチュアの氷魔鏡なのだ。このカードもなかなかのパワーカードで、自分の手札場のモンスターだけでなく相手の表側表示モンスターを儀式素材にできるのだ。相手モンスターならレベルを持っていないエクシーズやリンクも素材にしてしまえるのだ。対象を取らないリリースという除去は多くの耐性持ちを突破できるね。丸2の効果では墓地のリチュアモンスターとこのカードをデッキに戻すことができるのだ。このカードにはもちろんターン値がないので、シャドウリチュアで再びサーチすれば相手のモンスターを儀式素材としてどんどん除去していけるのだ。これは高校まくりとして強い動きなのだ。注意したい点は2つあって、まず儀式召喚した時に儀式モンスターの攻撃力分のライフポイントを失うのだ。具体的にはね、レイマナスの攻撃力3000を失うことになるので、ターン値はないといえども実質的に使える回数には制限があるのだ。そして儀式素材のリリースは効果による除去ということにも注意なのだ。耐性持ちモンスターを除去しやすいカードではあるけど、カードの効果を受けないという耐性の相手モンスターは素材にして除去することができないのだ。また相手のティアラメンツなどを素材にしてしまうと、効果で墓地に送られた血の効果を使われてしまうので注意なのだ。以上がリチュアの氷魔鏡で、続いてもう1枚の儀式魔法を説明するのだ。リチュアの儀水鏡は丸1がよくある儀式効果で、手札カバのモンスターをリリースして儀式召喚を行うのだ。素材とするモンスターのレベルの合計が儀式モンスターと同じではないといけないのが注意なのだ。この丸1の効果は特に強いわけではないけど、さっきの氷魔鏡と違ってライフポイントの消費がないところが使いやすいのだ。そしてこのカードの強いところが丸2の効果なのだ。墓地の儀式モンスターを回収しつつこのカードをデッキに戻すことができるのだ。これが連続儀式召喚の鍵になる重要な動きなんだけど、伝わりにくいと思うので具体的な盤面を考えてみるのだ。手札にね、レイマナスと儀水鏡、場にね、レイマナス、墓地にリチュアアビスがいると仮定するのだ。まず儀水鏡を発動。場のね、レイマナスを素材に手札からね、レイマナスを儀式召喚。ね、レイマナスの儀式召喚時効果で墓地のリチュアアビスを蘇生。リチュアアビスの効果でシャドウリチュアをサーチ。墓地の儀水鏡の効果で儀水鏡をデッキに戻しね、レイマナス回収。シャドウリチュアの効果でリチュアの儀水鏡をサーチ。ここで最初の盤面と比べてみてほしいのだ。デッキからシャドウリチュアが1枚減った代わりに墓地のリチュアアビスを蘇生できているのだ。そしてまた手札にはね、レイマナスと儀水鏡、場にね、レイマナスがいる状態なので、同じような動きが繰り返せそうなのがわかると思うのだ。この動きを狙っていくためにレイマナス2枚と儀水鏡を揃えるのが展開のコツの一つなのだ。以上がリチュアカードの解説なのだ。続いて先行展開を見てもらうのだ。まずはリチュアアビスから通常召喚。召喚時効果でグリムリチュアサーチ。続いて就航を発動。シャドウリチュアをサーチ。シャドウリチュアの効果、デッキから儀水鏡をサーチするのだ。もう一度就航を発動。今度はビジョンリチュアをサーチ。ビジョンリチュアの効果を使いね、レイマナスをサーチ。これで儀式魔法と儀式モンスターが揃ったので、グリムリチュアを素材にね、レイマナスを儀式召喚。
これでグリムリチュアを墓地に送るのがポイントなのだ。命令マナス効果でグリムリチュアを蘇生、グリムリチュアの効果でリチュアアビスをリクルート、リチュアアビスの効果でシャドウリチュアをサーチ、リチュアアビス2体でスプライトエルフをリンク召喚、そしてスプライトエルフの効果で墓地のリチュアアビスをリンク召喚。今度はビジョンリチュアをサーチ、そして命令マナスとリチュアアビスを素材にスプリンドをリンク召喚、効果で G を落とすのだ。これは後で回収するのだ。さらに命令マナスが墓地に行ったことで義水鏡の効果が使えて命令マナス回収。その後ビジョンリチュアの効果で2枚目の命令マナスサーチ、そしてシャドウリチュアの効果で義水鏡をサーチ、義水鏡を発動、命令マナスを素材にもう1枚の命令マナスを儀式召喚するのだ。儀式召喚時の効果で墓地のリチュアアビスを蘇生、リチュアアビスの効果でシャドウリチュアをサーチ、そして墓地の義水鏡の効果を使い命令マナスを回収、そして再びシャドウリチュアを発動し義水鏡をまたもやサーチ、義水鏡を発動し命令マナスを儀式召喚なのだ。これで命令マナスが2体並ぶのだ。儀式召喚時の効果で墓地のリチュアアビスを特殊召喚し、リチュアアビスの効果でリチュア下級モンスターをサーチ、これは後続だね。そしてここからスプライト展開、スプリンドとレベル2モンスターでギガンティックをエクシーズ召喚なのだ。ギガンティックの効果を発動、スプライトブルーをリクルートしブルーの効果でジェットをサーチ、そしてレベル2を2体でセイント・デフレアラーをエクシーズ召喚、セイント・デフレアラーの効果で墓地の増殖する G を回収、ただし手札を1枚デッキに戻す。その後ジェットを特殊召喚し効果でスターターをサーチ、セイント・デフレアラーとジェットでマスカレーナをリンク召喚、最後にスターターを発動しキャロットをリクルートなのだ。これでモンスター2回無効、魔法トラップ無効、マスカレーナ、増殖する G と多くの妨害を構えることができたのだ。スタンバイフェーズに G、 これはハカーナで止められちゃったのだ。スタンバイに打つのはもちろんクシャトリラ対策だけど、最近はガンマを入れたデッキも増えているので握っておいてもいいね。ここではガンマが来てもねレイマナスで止められるから強気に使っていったのだ。キャロットの無効は拮抗勝負などの全体除去にとっておきたいのだ。相手はユニコーンからメイン終了してきたので、マスカレーナの効果でアストラムをリンク召喚なのだ。アストラムはクシャトリラに有効なのだ。続いてアライズハート、ここでねレイマナスの効果を使っちゃったけど場に出てからでもよかったね。普通にミスなのだ。モンスター効果発動に反応したユニコーンは包容で止めるのだ。ここでねレイマナスを使うと場が相手クシャを特殊召喚されるので良くないのだ。相手はライズハート通常召喚から効果エクシーズされたくないので、これはねレイマナスで止めておくのだ。効果無効とバウンスがセットなのは強いのだ。これで勝ちなのだ。クシャトリラを完全に制圧することができたのだ。ここからは補足説明をしていくのだ。まず高校1キルについて、グリムリチュアの縛りのせいで儀式モンスターでしか攻撃できなくなった時はグスタフマックスを活用するのだ。命令マナスを2体並べて攻撃すると6000ダメージ、さらにメインに命令マナス2体でグスタフマックスをエクシーズ召喚し、グスタフマックスの効果で2000ダメージ与えれば8000ダメ地に届くのだ。これでぴったりワンキルなのだ。次は今回採用しなかったカードについて、シャコン教や幻影術、ジールギガスは採用しなかったのだ。シャコン教はライフを払うことで儀式召喚できる儀式魔法で、このカードを採用すれば展開をより少ない枚数で行えるのだけど、このライフコスト重すぎるのだ。命令マナスを儀式召喚するには5000ライフポイントを払う必要があるけど、他にもスターターを使うとさらにライフポイントを失うし瀕死状態になるのだ。高校なら氷魔教でもライフを失うので、シャコン教に使えるライフはなく使いづらいので不採用なのだ。また幻影術だけど、これは就航の丸2の効果でエンドフェーズにサーチでき妨害を増やせるのだ。強いし採用圏内だと思うけど、高校で腐るし先行でも自己要因なのが気になるのだ。あくまで上振れカードだと思うので今回は不採用なのだ。
ビリチュアジールギガスはドローしながらデッキバウンスできるエースなのだ。これも採用圏内だとは思うけど、先行だと腐るカードだし、後攻でもライフポイントがきついのとランダム要素があるのとで、ちょっと癖が強いとは思ったのだ。ただこのランダム要素に関してはローマ教の墓地効果でデッキトップを操作できるので、気になる人は調べてみてね。以上でリチュアデッキの紹介を終わるのだ。気になった人はぜひ組んでみてね。